はい、皆さん、こんにちは。今日はね、こちら、アトトっていうメーカーからね、ちょっとこちらのものが送られてきました。で、これがですね、車のカーナビになります。まあ、カーナビというかカーステレオでしょうかね。はい。カーステレオということで、ちょっとまあ使ってみてくださいということでね、これ送っていただきました。で、アトトっていうメーカーね、最近結構いろいろまあ YouTube とかで見るんですけれども、最近これがね、結構優秀でね、流行ってるらしいです。はい。で、今回 X10 ということで、最新モデルの、X10、こちらを送っていただきましたので、まあ、どのような感じなのかね、ちょっと自分も興味ありましたので、こちらの方をね、ちょっとつけていきたいと思います。はい。で、モデル名がですね、こちら、X10、G の 209E ということで、これは9インチナビになります。で、メモリーがね、8ギガ。容量の方がね、128ギガということで、これかなりね、期待できそうですんでね、ちょっとね、試しに取り付けの方してみたいと思います。で、9インチですので、つけれない車もあると思うんですけれども、こちらに関してはね、基本的に、まあ、大体の車につけれるようになっております。で、今ちょっと開けてみますけれども、まあ、7インチナビのね、2D のサイズをベースにして、9インチナビをつけれるっていうものになりますんでね。まあ、最近まあ、日本のメーカーもね、カーナビ出してますけれども、こういったタイプのものをね、結構出してきてますので、まあ、どういった感じで使えるのかをね、ちょっと見ていきたいと思います。で、こちらがね、一緒に送っていただきましたフロント録画カメラということで、ドライブレコーダーですね、こちらの方も一緒に取り付けの方してね、まあこちらの X10 と連動させてどのような感じで動くのかというのをね、やってみたいと思います。ちょっと中身の方ね、開封していきます。はい、じゃあ今中身の方ね、すべて出してみました。入ってるのはね、まずこちらモニターになりますね。はい、モニター部分です。まあ正直思ったのがね、めちゃくちゃ薄いです。はい、小さい。普通ナビゲーションでここにね、まあこういったものがね、ついてるんですね。で、がっしりとしてるんですが、これはね、随分モニターと、あと基板の方がね、相当小さいですね。スリムです。はい。これはね、すごいですね。はい。で、まずこれ自体に、テレビを見る機能とか、あと DVD とかね、見る機能はありませんのでね、普通の、まあ、ナビゲーション売ってますけども、それとは違うね、カーステレオ、ディスプレイオーディオという風になりますんでね。はい。モニターがこういう風になっております。あと、入出力の端子ね、ここに HDMI とかね、RCA ケーブル、接続関係の端子がついております。はい。これ9インチ。はい。めちゃくちゃかっこいいです。で、こちらがね、GPS アンテナですね。GPS アンテナと、あと、よく見るとね、Wi-Fi アンテナ、あと 4G のアンテナとありますんで、まあ 4G、Wi-Fi アンテナの方が、GPS の方がね、ついております。まあ、これを設置するだけで、4G はね、これだったかな。はい。SIM カードを入れるね、このアダプターがあるんですが、これを使って SIM カードを入れれば、まあ、スマホ、タブレットのようにね、これ単体で、こちらのナビゲーションだけでね、動かすことができます。ネット環境でね。はい。ということになります。で、今回はこれ使いません。SIM カードはね、今回使いませんので、スマホとね、テザリングして、そこから Wi-Fi と経由でやってみたいと思います。まあ、これがアンテナになります。で、これがね、電源のケーブルですね。あとスピーカーとかのね、ケーブルになります。これは大体車外のナビゲーションには入っております。で、これもね、オプションの、まあ、入出力のケーブルですね。はい。まあ、これ使うときは使います。あと、これはね、USB ですね。2つとも同じかな。うん。USB2 外部記憶装置となっております。で、これがね、USB レコーディング、ストレージという風になってますので、そういうことか。レコーディングストレージ。録画するための多分、USB メモリとか SD カードをつないで、多分、録画するものだと思いますね。はい。で、こちらがね、ステになります。で、これがね、ちょっとまだつけてないんでわかんないんですけども、こういってね、これ自体を車に設置して、で、最後にね、こういったディスプレイを設置して、まあ、この角度とかね、おそらくこの奥行きとかをね、まあ、車によって調整ができると思います。はい。まあ、至ってシンプルなね、ステで、たくさん穴が開いてますんでね、車によって、まあ、汎用性を持たせてるという風になります。で、それに、固定するためのステですね。はい。で、今回ね、ドライブレコーダーの方も送っていただきました。で、これがフロントのドライブレコーダーです。はい。
フロント録画カメラという風になってますね。で、これがこちらの X10 専用の連動カメラになります。で、これをね、フロントガラスに取り付けて、まあ、両面テープついてますんでね。で、こちらのカメラの方もこう動かせるみたいですね。これすごいね。はい。なので、まあ、車によってね、まあ、こうガラスに貼り付けた時の角度がやっぱ違いますんでね。で、最後ね、画面を見ながら、このカメラをね、ちょうどいいところに調整するといったことができます。はい。で、それの、まあ、配線と、はい。これ延長ケーブルですね。はい。がついてます。これは、ナビゲーションに直接接続するための、延長ケーブルとなっております。じゃあ今回はね、こちらをすべて取り付けしていきたいと思います。で、まあ私ね、自動車整備士ですのでね、まあ動画見られてる方はわかると思いますけども、今まで国産ナビをね、何百台もつけてきたんですけれども、国産ナビと作りが違います。で、国産ナビはね、まず最近はちょっと違いますけど、今までの流行りはね、こういったものにこう画面がついてね、これ本体がもうナビゲーションという風になっておりましたけども、最近は国産ナビもこういったまあセパレートタイプっていうんでしょうかね。こう画面をね、外に出して、まあ大体汎用性を持たせてね、もともと7インチしか付けれない車でも、例えばこういった9インチ、まあ10インチとかね、そういったナビが付けれますよというものも結構発売されておりますんでね、まあそういったものが主流になってきてるのかなと思います。で、これ自体に、テレビを見る機能とかね、DVD を見る機能というのは付いておりませんので、すべてアプリで、Android が入っておりますので、Android のアプリで全て動かすことができますので、例えばこういった YouTube を見るとかね、まあネットの動画を見るとかね。まあそういったものはすべてこれでできます。まあので、まあ車に取り付けるまあタブレットという風な考えでいいかなと思います。で、あとね、車の方からスピーカーを出したりとか、ナビゲーションするときはね、GPS 拾ったりとかね。まあそういったこともできますんでね。はい。今はこういうタイプがおそらく流行ってるかなと思います。で、まあ、国産のね、ナビゲーション今までつけてきたんですけれども、結構ね、めんどくさいんですね。フィルムアンテナ、あと GPS アンテナつけたりとかね、結構つけるのがあるんですが、こちらはね、そういったものがありませんので、基本的にこの GPS アンテナ、まあ、これをつけて、あと配線接続、まあ、あとオプションであればね、まあ、こういったカメラつけなきゃない時もありますけども、今回ちょっと簡単にね、そこら辺をお見せしたいと思います。で、カメラに関しては、基本、ナビゲーションと一緒で、隠蔽配線でいきます。で、これね、ガラスにペタってフロントガラスにつけて、配線をね、こうベローって出してね、そのまま下に持っていくとかっこ悪いし危ないですんでね。まあそこら辺はね、まあプロですんでね、ちょっと車の方の内装を外して、まあ中にね、配線を隠蔽して、まあ綺麗に通すといったようなやり方でやっていきたいと思います。はい。じゃあ今日つけるのは、私の車、エブリーになりますので、エブリーにね、こちら9インチナビつけれるかどうかっていうのをやってみたいと思います。じゃあちょっとね、車の方にね、移動してみたいと思います。はい。じゃあまずね、今国産ナビがついておりますので、これを取り外したいと思います。で、今ついてるナビは、7インチワイドっていうタイプになります。7インチの、さらにワイドタイプになりますんで、で、今回取り付けるナビのベースは 2D になりますので、基本的に7インチナビの、入ってる場所に取り付けとなりますんでね。はい。まずこちらの7インチワイド、こちらの、まあ、国産ナビの方を一回取り外してやっていきたいと思います。で、取り外しはね、ちょっと動画の方を省略しますんでね、一回まずこちらの方取り外ししていきます。はい。じゃあ今ね、ナビゲーション本体の方を外しました。で、もともとナビについてるね、このアンテナとかね、ありますんで、今回はちょっとね、まだ取り外しはしないんですが、フィルムアンテナの方がね、まだついております。ここにね。なので、ちょっと取り外しはしないんですが、ちょっとこのままね、取り付けしていきます。後でね、ちょっともし、本当にね、後とのナビもう一本にするってなればね、おそらく外すと思いますが、ちょっと私も使ってみないと、利便性とかね、まあ今は国産ナビに慣れてるんで、まあ実際にそれをね、常用でこう、まあ日常的に使った時にね、使いにくいとかね、まあそういったことをまあないとは思うんですが、であった場合にね、また戻すのがあれなので、まあちょっとね、これをそのまま残してやってみたいと思います。で、車外ナビゲーションの場合は、車外のハーネスが必要になります。車外ハーネス何かというと、まあ、例えばね、これスズキなのでね、こういうカプラーがついておりますけども、まあ、こっからね、先ほどのナビゲーションの配線に接続するためのこのギボシ端子がね、
たくさんついてます。で、こういったものが市販されてますんで、車外のナビゲーションつけるときはね、そのハーネスが必要になりますんで、今いくらかな ?1500 円、2000円ぐらいで買えると思いますけどね、カー用品店で売ってますんで、そういったものをね、取り付けしていただければ大丈夫だと思います。で、この車にサブウーファーがついておりますので、それ用の端子ね、これです。はい。これ使うのかな？これは純正のラジオアンテナのケーブルですね。はい。となっておりますので、まず一旦ね、ちょっとこちらに配線の接続をね、兼ねたと枠の取り付けをね、していきたいと思います。はい。一応ナビゲーションにね、この SIM カードが入ってるんですが、これおそらく契約しないと使えないと思いますね。お好みのプランを選択して購入してくださいとなってますので、スマホとかをね、使わないでナビゲーション、今回のディスプレイオーディオ X10 専用、もう単体で、インターネットに接続したりね、YouTube 見たいとか、そういった場合はこういった SIM カードついてきてますので、これを入れればできると思います。100メガバイトの、トライアルプランというふうになってますのでね、おそらく無料で100メガぐらいは使えると思います。今回はこれ使用しません。ちょっとね、長く使いたいので、やっぱりスマホとね、で、これやっぱりお金かかりますんでね、スマホと連動して、デタリングしてね、使ってみたいと思います。こういったものもついてきてます。じゃあちょっと配線の方をね、綺麗にして取り付けしていきます。はい。で、今ね、ナビゲーションにね、もともとついてた配線の方を外しました。電源ケーブルの方ですね、外しまして、先ほど言った車外ナビ用の、ハーネスっていうのはね、こういったものがね、ついております。ギボス端子でね、すべてできるようにね、汎用性があるものが使われてます。で、今回もナビ側の配線はこちら、全部ギボス端子になりますので、これに合わせて取り付けしていきます。基本的に色は合ってるんですが、ここに全部ね、アースとかね、フロントスピーカー右側とかね、いろいろ全部書いてありますんで、それに合わせてこちらのハーネスに取り付けしていきます。まずそちらの方ね、取り付けしたいと思います。で、取り付けする際に、思ったんですが、ちょっとね、最後に、この枠をね、ここにはめますんでね、最後にちょっと枠をはめるんで、その前にちょっとハーネスの方をつけてね、枠の方をはめていきたいと思います。はい、じゃあ今ね、配線の方をね、電源、あとスピーカー関係をね、すべてつなぎました。これはね、同じ色に合わせるだけでつなげるだけなんでね、簡単にできます。はい。あとこっちにね、表記されてますんで、それ通りにね、つなげば簡単にできると思います。はい。で、これはね、おそらくオプションのハーネス、ステアリングスイッチかなと思います。これ、ハーネスはね。で、私のハーネス、車はね、ステアリングスイッチついてないので、これは使わないです。はい。で、次にね、GPS アンテナの設置と、あと、Wi-Fi のね、アンテナ設置ね、これの方をやっていきたいと思います。合わせて、ドライブレコーダーのこのカメラのね、設置をしていきます。で、ドライブレコーダーは、ここら辺かな。今 ETC のアンテナがついてるんですけども、その横にね、つけようかなと思います。ちょっと車のね、ちょっと左右の対象からしてね、ちょっと右側につけようかなと思いますんでね。で、そこから、こう通して、ね、持ってこようかなと思いますんでね。はい。じゃあそこは隠蔽配線でやっていきます。はい、今回ね、ちょっと物がね、若干カメラ大きいですんでね、やっぱり助手席に取り付けました。で、そこからこのカメラの配線をこのルーフライニングの中に入れまして、この A ピラーの方にね、出してきます。はい、こんな感じですね。で、もともとね、このフィルムアンテナ、見えるかな？このフィルムアンテナの配線も通ってますので、それと一緒にね、一回下の方にね、入れてって、最後に A ピラーをね、閉じたいと思います。はい、じゃあちょっとね、薄暗くなってきましたが、今カメラの方の取り付け完了しまして、
ピラの方をね、閉じました。で、今下のグローブボックスを開けて、そこからのね、配線で出しております。で、あとね、ここから上の方に持ってきます。で、ここでね、今 GPS アンテナ、あと Wi-Fi 等のアンテナをつけてたんですけども、基本的にはダッシュボードにつけると思うんですね。まあ、それが普通なんですが、ちょっと私の場合はね、あんまりダッシュボードに物を置きたくないんですね、アンテナとかね。掃除するとき邪魔ですしね。ちょっとかっこ悪いので、中につけてます、いつも。前回の、GPS アンテナね、あちらの方も中の方につけてたんですが、隠蔽してつけてます。今回は、こんな感じです。上にね、貼り付けしました。両面テープが貼ってありますんで、このダッシュボードのこの裏側にね、貼り付けしました。これでもおそらく問題なくできると思います。はい。ので、ちょっと表にね、出したくないっていう方は、こういった感じで取り付けてもいいかなと思います。ただメーカー推奨ではありませんのでね、自己責任で、あまり感度が悪い時は出した方がいいと思います。今回はね、これでちょっとやってみます。これ Wi-Fi と GPS と、アンテナ全部一体になっておりますんでね。はい。そちらの方でね、ちょっと試しにやってみたいと思います。じゃあ、あと枠をつけて、実際にモニターをつけてね、作動するかっていうのを確かめていきます。はい。それじゃあね、モニターの方をつけていきます。で、このモニターがね、ラップみたいので表面がね、保護されてますんで、ちょっと後ろの端子の部分だけ今切り取りました。はい。傷つかないようにね、モニターの方がね。はい、で後ろに端子がたくさんありますんで、そこにいろいろ書いてますんでね、適合するものを取り付けしていきます。はい、じゃあちょっと暗くなってきたんですが、ひとまずモニターだけ今つけてね、試してみたいと思います。つくかどうかはね、一回確認してから、あと本取り付けの方ね、していきます。なりますね。起動した。すっげえこれ。はい、起動の方をしました。ちょっとね、明るくて見にくいんですが、起動の方しました。どうやんのかな。ちょっといろいろ試してみよう。すごいね、これ。めちゃくちゃ映りが綺麗です。まずちょっと試したいのが、バックカメラじゃないよな。リアカメラじゃん。DVR か。ドライブレコーダー。なりますね。はい、ちゃんとなりました。しかもカメラの角度もいい感じかな。今、ちゃんとね、カメラなってて、カメラを動かすとこんな感じでちゃんと動いてくれます。危ない危ない。はい。なので、これでね、いい具合に調整すればいいかなと思います。はい、映りもだいぶいいですね。はい。で、今利用可能な USB デバイスがありませんとなってますので、USB のね、ケーブルはもう通してありますので、後ほどちょっとね、そちらの方も試していきたいと思います。はい。ということでね、取り付け編の方はね、ここまでにしたいと思います。これからいろいろちょっとね、配線整理してつけていきますんでね。配線の通し方とかね、ちょっと簡単にご説明しました。あと、ちょっと枠の方を取り付けて、後日ね、実際にちょっと使ってみて、そこから外見の、感じとかね、あと、中のね、使い方の方をね、ちょっとご紹介できればいいかなと思います。はい。じゃあ、ひとまず取り付け編の方はね、ここまでにしたいと思います。はい。じゃあ今日はね、後日撮影しております。前回取り付けからね、ちょっとしばらく使ってみて、ちょっと機械のね、使い方の方をね、少しマスターしてきましたんでね、ちょっと簡単にね、ご説明していきたいと思います。まず、ちょっとすいません。夕方なのでね、ちょっと暗めなんですが、本体の取り付けね、こんな感じになっております。スズキのエブリーなんですけれども、結構ね、YouTube 見るとエブリーに取り付けされてる方ね、結構いらっしゃいますんでね、そこら辺はね、参考にしていただければいいかなと思います。今、隙間がね、こんな感じです。はい。一番ちょっとベストな位置に持ってきて、ステーの穴の位置ですよね。で、そこをちょっと、一番良さそうなところにね、持ってきました。はい。で、上から見ると、こんな感じですね。はい。エブリーはね、ちょっとここのオーディオのガーニッシュがちょっと上のね、部分がね、ちょっと出てますんで、
まあこんな感じが、ちょっとギリギリなラインかなと思います。まあ一番ね、無難に収まってます。で、ちょっとここのね、ハザードスイッチがあるんですけども、そこがちょっとね、隠れてしまいますけれどもね、まあ普通に使う分にはね、押せますんでね。はい。なので、まあそこまで支障はないかなと思います。あとこの、ヒーターの吹き出し口はね、被ってませんので、まあ大丈夫かなと思います。はい。今はね、こんな感じになってます。結構ね、見た感じはね、スマートに収まってます。で、画面がね、9インチででかいんですけれども、さほどね、違和感はほとんどないです。で、ドライブレコーダー、フロントのドライブレコーダーはね、ここに装着しておりますんでね。はい。じゃあちょっとね、画面の方ね、見ていきたいと思います。はい。まずね、ナビゲーションの方なんですけれども、これ Google マップでね、今開いております。で、まあ動きとしてはね、かなり、はい、こんな感じでね、スムーズです。まあ、他のね、まあ、こういったタブレットタイプの、まあ、ナビゲーション最近出てるんですけども、まあ、本当にこれタブレットですね。はい。もうとてもスムーズ。で、メモリーが 8GB になっておりまして、ストレージが 128GB ということで、まあ、かなりね、スペック的には高いと思いますんでね。なので、まあ、こんな感じでね、こう見てっても、はい。まあ、スマホ感覚で使えるっていうレベルですね。はい。とてもスムーズに使えます。で、これね、Google マップなんですけれども、Google マップ、まあ、基本的に電波をね、通知してないと使えないんですけれども、今ここにね、Wi-Fi のマークがあります。で、この Wi-Fi のマークはスマホと、今デザリングしてですね、Wi-Fi をスマホ経由で繋いでおります。インターネットね。なんですけれども、これじゃあ電波の届からない山の中とかに行った時にね、スマホの電波が届きませんので、そういった場合にナビゲーションができるかってなると、まあ、携帯の電波が通じないところなので、まあ、携帯自体もね、本体で、例えば iPhone とかでね、こういったもので、ナビゲーションしてる場合でも、まあ、電波通じないところに行くとね、なかなか難しいと思うんですが、まあ、Google マップの場合に限っては、オフラインマップっていうのを使えますんで、まあ、事前にね、これ家の駐車場とかに止めとくと、オフラインマップをね、ダウンロードできます。家の Wi-Fi とかを使ってね、ダウンロードできますんで、まあちょっとね、データが多いですんでね、まあスマホの、まあテザリングするよりは、まあ家の駐車場でね、自宅の Wi-Fi につないでやってあげた方がいいと思います。で、これ実際にね、購入して1回目電源入れた時にアップデートがありますんで、まあちょっとめんどくさいんですけども、20分ぐらいかな、かけてね、アップデートしますので、まあそこもね、自宅の駐車場で家の Wi-Fi を使ってやりました。で、まあ各種アプリのアップデートとか、まあそういったものもね、もうその時に一気にやってしまいましたんでね、今は普通に使えてます。ので、まあ、例えばね、行き先が決まってれば、そこの部分のオフラインマップとかね、まあ、そういったものをインストールしとけば、こちらのね、電波、スマホの、まあ、例えばね、4G 回線とか、そういったものを使わなくても、一応ナビゲーションの方は可能になります。で、電波の繋がらない山の中とかね、まあ、そういったところでも見ることができます。で、もちろん Google マップですんで、今走ってる部分ね、こういってすごいね、これ。まあ、スマホと一緒です。航空写真で見れますので、まあ、こういったものもね、まあ、走ってナビゲーションしてるときに、本体に GPS ね、アンテナつけましたんでね、そこで今走ってるところがちゃんと動きます。で、そこのね、まあ、航空写真とか、まあ、そういったものもね、できますんでね。はい。まあ、スマホと同じような、まあ、タブレットといった感じで使えると思います。トップ画面がですね、こちらになります。で、今ね、地図と、ちょっとすみません、モザイクかけてますけども、地図と、あと、時計とね、天気予報、こちらがちょっとオーディオですね。今、スマホ経由でね、Bluetooth オーディオになってますけども、あと、こういったアイコンが並んでおります。まあ、ウィジェットですね。で、ここら辺の下の項目もいろいろいじれますんでね、まあ、置きたいものをね、ウィジェットを使って、何の項目をこの下の部分に置くかとかね、そういったものができます。で、イコライザーがね、最初入ってたんですけども、イコライザー間違って押しちゃうと、一気に音質変わっちゃうので、それはやめました。ドライブレコーダーですね。はい。これをね、ショートカットで今ここに置いてます。ので、まあトップ画面でね、例えばこれドライブレコーダー見たいなって言った場合は、こうやって見ることができます。
で、現在地が、ちゃんと映っております。GPS を拾って現在地が映っておりますんで、で、こちらがね、フル HD の 1080p のね、ものになっておりますんで、画質もそこそこいいです。で、USB デバイス今ありませんということで、これ今ね、USB、メモリーをね、挿してないので、録画できないんですが、USB メモリーを挿せるように、今ね、こちらの後ろにね、ダッシュボードの後ろからですね、グローブボックスの方に配線してますんで、そこに USB メモリとかを挿せば録画機能がオンになります。で、一応ね、ちょっと気になったのがね、マイクロ SD カード使えますとなってるんですけれども、これ本体には SD カード挿せませんので、ちょっとそこがね、ネックかなと。で、本体にね、SD カードとか挿せれば、かなり使い勝手いいかなと思うんですね。で、USB の延長ケーブルを介して今ダッシュボードから、グローブボックスに出してますけども、そこにね USB メモリとかを挿してあげる必要があります。で、例えば本体に音楽を取り入れたいっていう時も、そこのね USB メモリから、本体の方に入れて、音楽を中にね、保存してあげると。128ギガの、容量ありますんでね、本体の、データも使ってますけれども、結構な曲をね、入れることができますんでね、そういった使い方ができます。タブレットと本当同じような感じですね。で、今ね、ドライブレコーダー、こちらがね、角度が、はい、今いじってますけど、こうやって変えれますんでね。はい。自分の見やすい一番いいところでね、見てもらえればいいかなと思います。常時こうやって見ることもできます。もうボタン一つでできるようにね、こういう風に調整しましたんで。はい。で、こんな感じですね。で、例えば、ここに YouTube とかありますけれども、今これ、スマホとね、Wi-Fi つないでおりますんで、初期の段階でこういった YouTube とか入っております。今回全部説明できませんのでね、ちょっと面白そうな部分だけね、見ていきたいと思います。で、こんにちは。はい。で、これね、前回の私投稿した、動画なんですけれども、これ YouTube 今見れてます。スマホとね、Wi-Fi をつないで、今車の中で YouTube が見れてます。で、こういった感じでね、チャンネルの方をね、見ることができます。はい、今おかげさまでね、ちょうど8000人までね、なんとか、登録者数ね、増えていただきましたんでね。はい。こんな感じでね、YouTube も見ることができます。で、こちらもね、次々スマホとかとね、同じ感じ。あと、早送りとかもね、もうこれでできますしね。はい。で、あと、このメニューとかもね、全部スマホ、タブレットとかとね、一緒ですんで、かなり使いやすいです。はい。こういった感じでね、電波がつながるところであればね、普通のタブレットとかと同じような感じで使えますんでね、かなり使い勝手はいいんじゃないかなと思います。はい。一応、こういった感じで電波をつなぐと、こういった YouTube とかね、普通に見れるようになりますんでね。あとはですね、いろいろ使ってみたんですが、ドライブチャットとかね、いろいろあります。AI が入っててね、話しかけると答えてくれるとかね、他の YouTube でも説明してますんでね、ちょっと今回全部説明できませんので、あとはですね、今回マップと今ね、インターネットをつないだものをね、説明しましたけども、あと、例えば、この設定ですね、Wi-Fi とテザリングする際にね、設定で Wi-Fi とつないで最初ね、接続する必要がありますけども、Bluetooth もね、2台まで接続できますんで、2台のね、スマホとかね、そういったもので Bluetooth 2とありますんでね、これで2台分接続したりすることももちろんできます。はい。で、あとね、結構動画とかね、あと商品の方で質問がね、よく見てると、イコライザーの設定がね、ちょっとわからなくて、音質が悪いっていう方が結構いらっしゃいました。で、これ私も最初ね、これ見てね、なんだこれイコライザー調整しかないんじゃんって思うんですけども、イコライザー調整だけだとあんまり音質は良くないです、正直。で、今までね、私、ラクナビ、カロテリアのラクナビ使ってたんですが、それもね、結構いろんな設定ができます。クロスオーバーの設定からね、あと、音のね、分配の設定から全部できるんですけども、これを見ると、基本的にイコライザーの設定しかないです。はい。で、音量設定っていうのはこれバランスですね。右、左、あとフロント、リアのね、このバランスは調整できます。これしかないと正直あんまり音質はね、改善されないんですけれども、ここにね、マスターってあるんですね。これが肝で、
これをね、ちょっと私いじってみました。ちょっとテストでね、1個いじりましたんで、これをいじりますと、こんな感じです。はい。クロスオーバー設定、周波数がね、こう設定できます。で、センタースピーカーとフロント、リア、あとサブウーファー。私の車サブウーファーも積んでありますんで、センタースピーカーはないので関係ないんですけども、フロントスピーカーに関しては、ミッドとあとツイッターでね、セパレートで分けてますんで、今回はフロントとリアスピーカーを、フロントをね、フロントのドアのミッドスピーカーですね。で、リアにですね、フロントのツイッターと割り当ててます。で、この車はですね、リアスピーカーついておりませんので、そこでね、4チャンネル使うような、あとサブウーファーもね、フロント、右と左でね、2チャンネル出力になってますんで、それも全部繋いでおります。で、どういうことかというと、クロスオーバーでね、音域をね、こう調整できます。ちょっとわかる方は見ればわかるんですけどね。はい。こんな感じで調整できます。で、ツイッターどうなるかというとね、ちょっとハイパス、ローパスいじってこんな感じでね。あとサブウーファーの方はちょっと下の音域を出すと。ちょっとこれ適当にいじってみたんですが、ちょっとね、ハイパス、ローパスの意味がちょっと逆な感じ、私はするんですが、ちょっと詳しい方いればね、私もオーディオを結構いじったりはするんですけども、ハイパス、ローパスの意味がちょっと逆な感じがします。はい。で、周波数何ヘルツ以下を絞るとかね、そこを通させないというようなクロスオーバー設定もありますんで、スロープというのはね、あります。ここのカーブですね。この黄緑色のラインで言うと、このカーブをいじることができます。スルーっていうのもありまして、スルーはね、もうこれ、ハイパス、ローパス、クロスオーバー通さないという風にね、もう全部の音域を出すという風になりますんで、ツイッターとかウーファーとかつけられてる方は、こういったクロスオーバーを設定されると、全然音が変わります。はい。ツイッターからね、通常の中音、低音は出せませんのでね、そういったものでちょっと高音域だけに絞ると。で、ウーファーから出すのはもう低音域だけに絞ると。で、ミッドはね、ここからボーカルの、中音域ね、から、こういった感じでちょっと滑らかに出すと。いった設定ができます。はい。リバーブっていうのはちょっとわからないです。はい。で、タイムアライメントちょっとめんどくさいんで設定してないんですけど、これも設定できます。各スピーカーからの距離を、運転席なら、運転席に合わせて、距離を測ってですね。で、それでタイムアライメントを取ると、ちょっと臨場感が出るよと、いったものになります。音声出力。はい。音声出力はこれ各スピーカーの音量調整です。で、ちょっとサブウーファーの方をね、ちょっと下げてますけども、あとフロントとリアでね、ミッドとツイッターに分けた場合は、こういったもので音量調整で分配ができます。はい。あとステレオっていうのはこれはちょっとわからなかったです。はい。ミックス、ハイパス、ローパス、ただし、よく意味がわからないただし、あと周波数。ちょっとこれはね、わかんなかったです。あと低音強化っていうのもありますんでね。これは各スピーカーを選択してあげて、あとここでね、ちょっと並列をいじって、ちょっとボリューム上げてあげるとかね。そういった感じの使い方ができます。はい。のでね、ここの、どっちかというとプロ仕様ですね。ここは。マスターに関してはね。で、そこまでの知識がある方はマスターをいじればかなり音質はいいと思います。正直。前ね、ラクナビ使ってて全部いじってたんですけれども、それとほとんど同じぐらいの音質は出せるようになってます。はい。こんな感じでね、タブレットなんですけれども、こういったね、最近の、次世代カーナビっていうんでしょうかね。ディスプレイオーディオなんですけども、国産とやっぱりちょっと違います。使い勝手は、正直こっちの方がいいと思います。で、マップに関してもですね、基本的にナビゲーションの場合は皆さんご存知かと思うんですけども、ナビゲーションの場合は、ナビ更新が必要になります。例えばディーラーでね、新車で買ったナビゲーションとかね、そういったものは何万円かけてナビ更新必要なんですが、こういったタブレットタイプはね、Google マップとかを使いますんで、あと Yahoo カーナビとかありますけどね、そういったものは更新の必要がなく、随時最新の地図となっておりますんで、そういった心配もね、まずないです。はい。で、電波があるとこ、あと Wi-Fi つなげれば、もう本当のスマホ、タブレットと同じような操作が全部できます。はい。例えばね、Google とか開けますと、もうここでインターネットできますんでね。はい。で、ここで調べて、例えば Amazon とかね。
はい、じゃあ今インターネットにつないで、Google からちょっと Amazon 検索をして、おそらく Amazon のアプリとかもね、できると思いますけども、こんな感じでもうタブレットと同じですね。はい、見れます。まあこれ取り付けたナビゲーションの9インチの後とのね、X10 のナビゲーションのページになっております。ちなみに今82,999円。1万円オフのクーポンがついてますんで、72,999円で買えるんですね。すごいね。はい。ということで、まあ、これが今、後とのね、最新バージョンのナビゲーションという風になっております。すごいですね。これちょっとこういうの使ったことないんでね、初めてなんで、今まで国産の普通のカーナビとか、そういったものしか使ったことないんですが、これはね、かなり広がりますよね。いろいろできますしね。で、まず、スマホ感覚ですんで、このナビゲーションでインターネットをできるとかっていうのがね、今できるんだっていうところで、ちょっと私も時代遅れなんでね、こういったものがあるんだなと思ったんですが、Android が入ってますんで、本当スマホそのままっていう感じですね。はい。こんな感じで見れます。あとこうやってね、HDMI の入力ついてますんで、こうやってゲームをやったりとかもできると思います。はい。で、あとはね、まず液晶画面ね、この QLED っていうのかな、1280×800 の解像度ですね、QLED というのがついております。何より思ったのが画質がめちゃくちゃいいです。国産のカーナビ、付けられてた方はわかると思うんですけれども、国産のカーナビってメーカーによって結構ね、この画面の繊細度っていうかね、とか解像度って結構違うので、このメーカーは綺麗だなとか、このメーカーあまり変わってないなとかね、そういうのあるんですが、これもうほぼね、もうタブレットみたいな感じなので、めちゃくちゃ映りがいいです。こんな感じでね、見ることができます。で、今回ね、フロントのドライブレコーダーもつけてますんでね、オプションでそういったあとリアのカメラとかもね、ありますんで、あとドライブチャット AI を搭載した、初のナビゲーションでしょうかね、あととはね、という風になっておりますんで、これでいろいろね、話しかけてわからないこと聞いたりとかっていうのも全部できます。いろんな方がね、このナビゲーションのレビューしてますんで、ちょっとそこら辺ね、詳しいところ、みんながみんなね、全部の機能を説明しきれることがね、ちょっとこのナビゲーションに関しては機能がありすぎてできないので、ちょっといろんなね、動画の方も参考にしていただければと思います。はい。とにかくね、機能がたくさんあって、高性能めちゃくちゃ画面が綺麗というよね。いう風になっています。特にね、短所はないんですが、ちょっと取り付けに関して言えばね、配線はそんなに問題はないんですが、アンテナね、GPS と、あと Wi-Fi のアンテナ一体になったやつがあるんですが、ちょっとあそこの、Wi-Fi アンテナね、前回お見せしたようにね、このナビゲーションの裏に貼り付けしてあるんですが、ちょっとその配線がかなり極端に短いかなと。で、つけるときにね、かなり近くにつけたつもりなんですが、それでもナビゲーションつけるときはちょっと、結構、ギリギリかなっていう感じはします。それ以外は特にね、問題はないです。通常に取り付けできます。で、こういった、フローティングのね、インダッシュナビゲーションですので、車種問わず大体は取り付けできますけどもね、大きさによってはちょっと、この車のようにね、ハザードスイッチ被ったり、吹き出し口をね、エアコンの吹き出し口を被ったりとかね、そういったのも出てきますけども、基本的にはね、スマートに意外といけるんじゃないかなと思います。はい。ということでですね、今回この後との9インチナビゲーション、軽自動車に関して言えば、9インチぐらいが妥当かなと思っております。さらに大きいものありますけれども、10インチになりますと結構大きいですんで、金額はね、だいたい7000円ぐらいの差ですね、今見ると。なんですけれども、9インチぐらいがいいかなと思います。普通車であれば、10インチでもいいかなと、思いますね。はい。で、何よりちょっとメモリ8ギガ、ストレージ128ギガ何度も言いますけどね、これかなり、高性能ですね。まずあんまり不満が出ることはないと思います。ということで、今回ね、この後とのナビゲーションで X10 ね、最新バージョンの次世代カーナビということで、つけてみました。で、今までつけてた国産ナビの、アンテナ付きですね。テレビが見れたり、DVD が見れたりってありますけども、これはテレビとか DVD は見れないです。けれども、今時テレビを見る人がいるか、あとは DVD とかを
実際カーナビに入れて使う方がいるかっていうと、それだったらもう Amazon プライム見たりとかね、YouTube 見たりもできますんで、あと、走行中も見れますんでね、あと画面をね、こう2分割とかにして、見ることもできます。ので、そういったことを考えると、実際は今はもうテレビとかね、そういった DVD っていう時代じゃないのかなというふうに思ってきてます。で、こういったね、オンラインで見れる Amazon プライムとかね、あと Netflix とかね、そういったものがありますんで、DVD とかテレビよりは多分そっちの方がね、最近の方は、そっちの方を見る方が多いと思いますんでね。ただ、走行しながらね、YouTube とか見れますけども、ちょっとあまりね、夢中になりすぎですとね、事故を起こしますんで、あんまりちょっと推奨はできません。で、テレビ見れないんですが、テレビを見たい方は、他のね、テレビチューナーをつけて後付けでつけるとかね、あとアプリで最近テレビを見れるっていうのもあるらしいんですけれども、ちょっとね、そこを合法かどうかちょっと私わからないので、今回は検証してません。テレビがどうしても見たいっていう方は、そういったアプリとかね、もうなんか出てるらしいので、そこら辺ね、見てもらうといいかなと思います。はい。ということで、こういった2画面とかもできますしね。はい。で、こういってね、割合を変えたりとか、大体何でもできます。タブレットですんでね。はい。ということで、今回ね、アトトのこの X10 9インチカーナビ、ディスプレイオーディオですね。こちらの方をちょっと取り付けさせていただきました。ドライブレコーダーも一緒に取り付けましたので、これぐらいあれば、十分かなという機能がもうすべて入っておりますので、特に不満はないかなと思います。したがってね、今まで付けてた国産カーナビの地デジのアンテナとかはね、多分全部取り外すことになると思います。はい。ということでした。今回はね、アトトの方から、割引クーポンの方いただいておりますので、こちらのね、Amazon の方で購入いただく場合ですね、この動画の概要欄の方にリンクをね、貼り付けてありますので、そこにある、割引コードの方を入れていただくと割引となりますので、ぜひね、そこから見ていただければと思います。はい、じゃあ今日はね、スズキのエブリにね、このアトトの、次世代カーナビを取り付けしたということで、ちょっとやってみました。また次回もね、同じような、動画、もしあればね、ちょっと上げていきたいと思いますので、よろしければね、ご覧いただければと思います。はい、じゃあちょっと暗くなってきましたけどね、ここまでにしたいと思います。ありがとうございました。